皆さんこんにちは。竹空4代目です。さてですね、いろいろと手直しをしている滝かごなんですが、破竹で作った茶碗かごの修理が1個届きました。結構ね、使っていただいてますね。新品のこういった茶碗かごを見るのもいいんですけど、使い込まれてね、落ちてた風合い、色もちょっと褪せてきて、ここなんかもう随分色変わってるでしょ。ここ分かります？こういったかごもまた嬉しいんですよね。愛されてますね。足の部分ですね、今回は。ここ、わかります？この部分。それもここなんかね、穴が開いて、陶器のお茶碗かごだとか、それコップとか入れると割と重量が出るんで、これがこう、たわんでね、そこがついたりするんですよ。で、そうすれば通気性が良くないので、ちょっとこの足を取って、力だけをちょっと厚めのものに変えて、そんな感じで今回はこれ修理してみたいと思います。どんなになるのか。お楽しみにお待ちください。出来上がりました。前のやつはここの底が下にこうついてたんですよ。足と、それとこの力だけがくっついてしまってですね、置いた時に湿気がちょっと残ってしまってるのかなというような感じだったんですが、そんな関係で足がね、1、2、3、4と、ちょっとね、傷んでおりましたので、新しく変えさせてもらいました。足をつけたので高さが出て、で、さらにですね、この力だけ、丈夫にね、ちょっと肉厚の力だけをつけましたので、この底が下につかないような形に通気性が確保されて、中に入れる食器の乾きもいいんじゃないかなと思ってます。今回ちょっとこの底の部分、ここの部分はちょっと修理はね、まあいいだろうということでやってないんですけれど、これで十分また5年、10年と、ご愛用できるような形になったんじゃないかなと。この口巻き部分はですね、表皮を薄く磨いてるんですよ。この本体網部分はね、これね、表皮がついてます。同じだけ時間が当然経ってるんですけど、経年変色で、これだけの色合いの違いが出てます。面白いでしょ？竹、皮のついている本体部分と、表皮を薄く磨いた竹ひごでは、これだけね、色合いが違います。コントラストっていうかね、これも結構一つのね、竹かごの面白さじゃないかなと。せっかくお届けさせてもらった竹かごなんでね、こうして手直ししながら、少しでも長く、快適にお使いいただきたいなというふうに思ってます。ノーバンプ。ノーライ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。